マスターヒーラーへようこそ。こんにちは、シーヤです。今日は、マスターヒーラーの、初回ということで、オリエンテーションになっております。今回、ヒーラーコース、マスターになるためのヒーラーを何回か講義をして、皆さんをヒーラーに導きたいと思っています。ケイさん、はい、はじめまして、ケイとはじめ申します。まして。えーまずはケイさんから自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、私のケイと申します。私は今現在、ヨーロッパの某国に住んでおりまして、これから、ヒーラーとしてシーアさんのもとで、学んでいきたいと思っております。皆さんと一緒に、勉強できればと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。私は、はじめまして、私もはじめましてですね。シーヤと申します。えーアセンテッドマスターになったのが2022年です。その折に、4人のお弟子さんが、アセンションしたので、アセンテッドマスターという称号も、称号になりました。今回は、K さんがですね、このマスター、ヒーラーのマスターのコースに、勉強したいという、門を叩きましたので、今回、一緒に、皆さんと一緒に、この会を進めていきたいと思います。K さん、ヒーラーという名前はどんな感じを受けますか？そうですね。何か見えない力のようなものを使って、人を癒していくようなイメージがあるんですけども、具体的なものはあんまり浮かんでいなくてですね、これから勉強していきたいと思っているところです。はい。ヒーラーというかヒーリングというかですね、もう世界的な、名前になっておりますが、要は魂、我々がこの見える物質の体ともう一つ魂というものを持ってますが、その魂の能力なんですね。で、この魂というのは本当にじゃあどこにあるのかという問題もありますが、実は私たちはこの、魂の次元というものを持っております。ですから、多分体というものがなくなった時にこの魂も消えるわけではなくてですね、魂の世界に入っていくわけですが、この見えないもの、じゃあその見えない世界を、えーまあ、この、私たちの人間の歴史の中で、じゃあ魂というものがなかったのかというと、魂を皆さん探求してきたわけですけれども、宗教の人とかですね、哲学者というのも、この魂というのを探求してきたわけですが、魂というのはどんなイメージを持ちますか？ケイさ魂と言いますと、おそらく英語で言うソウルみたいなもんだと思うんん。ですはい。けど、はい。こ体ではなく、何か自分を何か作っているとか、自分を動かしているような、なんか説明書のようなもののイメージなんですけども、はいはい。このた、魂というのはね、個人に魂があります。はい。で、はい。で、物質というこの体を持ったときにこの魂が入るわけですが、魂というのは不滅なんですね。うん、ただ、そのうん、うん。魂は人間という体に入ったときに、物質に引っ張られて、自分の記憶を、すごくなくすんですが、魂というのは代々自分が何をしてきたかっていう記憶を持ってます。で、その記憶っていうのは、例えば前世の記憶とか、自分がこうだったっていう、過去の、イメージがですね、残る場合があるんですが、大体の人は皆さん、消えて、
思い出せないという世界に入っていくんですが、しっかり魂を覚えてるんですね。で、今回もこのマスターヒーラーというその講義をだんだん聞いていくうちにいろいろ思い出すことがあると思います。何を思い出すかっていうと、自分は昔は、こういう方向に何か学ぼうとしてたとかですね、こういう能力を持ってた。この記憶ってじゃあ、いつの記憶なのか。じゃあ、今の私のその今世の記憶なのか。いや、もっと前かもしれないという、私が目指してきたものっていうものを、受け継いで、前のこの、前世の記憶というのも思い出していくことがあると思います。ですから、その魂の記憶っていうのも今回、自分が感じる、感じて、こうだったかもしれないというそのものを思い出してくることになるかもしれません。ですから、K さんもその魂の記憶っていうのを、少なからず思い出すと思います。そういうことはいかがですか？そうですね。これまで自分の魂が積み上げてきたものっていうのを見ることができるっていうのはすごく興味があるところなんですけども、これをどう活かしていくかっていうところにもすごく興味がありますね。で、不思議なことっていうか、一つ、あるとしたらですね、この魂の記憶っていうのをみんな人間は忘れてくるんですね。ですから魂がないものだと思っているんですが、この子供の頃とか、割と小さい頃はまだその記憶を持ってる、え人間っていうのがいます。で、しかしだんだんとこの物質世界に、慣れてくると、その記憶もだんだん忘れていきます。よく、子供の頃、見えないものが見えたりとか、感じないものが感じたりっていうことがあると思いますが、そういうお話は聞いたことないですか？そうですね。私も実は少しそういう体験をした覚えはあるので、ただもう忘れてしまっているというか、そういうことは感じなくなっているのはありますね。そうですね。この社会というか、この世界というか、今我々の生きている身体を持った世界というのは、そういうものが必要となくなっている世界だと思うんですが、そこにこのヒーラーというのは、まさに私の魂の記憶を思い出す旅に出かけるというのが、このコースの中の一つの面白いところになると思います。わかりました。ありがとうございます。で、ヒーラーと聞いてもう一つ、いうのは、感じるのはですね、結局その技術とかメソッドとか、そういうものかなというふうに感じるかもしれませんが、実は、メソッドとか技術というのは第一目標ではありません。私たちが到達するのはこの悟りという、東洋というか日本でいう悟りという言葉があるんですが、悟りと聞いて何か感じますか？そうですね。何か達観したひらめきのような感覚なんですけども、いわゆる英語で言うエンライトメントというものだと思うんですけど、何かはい。新しいものを発見するようなイメージなんですけども、ちょっとなんか話を聞いてると違うように感じるんですけどはい。も、実は悟りというのは、仏教で、悟りというふうに、説いた方もいるんですが、一つの段階、魂の段階、そういう視点が、持てる、一つの達観した視点が持てるっていうのは悟りなんですが、悟っていくとですね、このヒーリングというのも実は、その悟りの中の一つの才能だと思ってください。で、誰しもその才能があるかというと、誰しもその才能があります。で、もちろん誰しもその悟りを開くことがあります。できます。ただ、えーもちろん我々のこの生きてる
社会は悟りというものをあんまり、教えてもらったり、期待したり、使ったりすることはほぼないです。ないと思いますか？そうですね。もうほぼ、ブッダの話しか聞いたことがないっていうのが正直はい。なところですね。まあ、必要としてないですね。全くえーそうですね。まあ、必要とするのは競争だったり、みんなに勝つようなね、電車に乗らなきゃいけないとか、早く行かなきゃいけないとか、みんなよりもっと情報を持って、最適化しなきゃいけないという、そういう必要性は、あの、求められるんじゃないですか。そうですね。やはり、働いて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 っていう言葉が流行りましたけども、まさにはい。そのような感覚ですね。うん。で、まあ、じゃあ、ヒーリングコースに行くから、働くことをやめた方がいいのかっていう、そういうことではないんですが、そういう早い電車に乗るということ、まあ、要するにその競争に打ち勝たなきゃいけないというのを一度その傍らに置いて、止まって、自分というものを確かめる。最終的にはその悟りというのは、私自身の探求になるわけです。私自身の探求っていうのはどういう感じだと思われますか？そうですね。やっぱり自分の内側を見つめていくという作業は、しているようでしていないことだと思うので、そこはすごく興味がありますね。で、その世の中がだんだん混沌化して、いろんな戦争があったりとか、いろんなこの、制約があったりしてますよね。はい。えまあ、この混沌とした中で我々がちょっと気づき始めているのは、私というのは一体何だったんだろうか。私というのはどっちに行けばいいのか。ということを少しずつ思い出していると思うんですが、いかがでしょうか。それは、一理あると思っています。この、なんか存在意義みたいなのを感じるっていうのは、この今世の中、それこそおっしゃっていただいた通り、こ何が自分ができるのかとか、今ってから、今だからこそできることというのはすごくあると思うので、すごくそれを考えるには、今はこの時期はすごくいい時期なのではないかなと思います。まあ、ところがその AI というね、賢いものがうん、できてきて、そういうものを台頭したときに、AI が、自分で代筆をしてくれますね。まとめてくれたりとか。そうでそういう、すね。そうするとどんどん自分を見つめる方向のものが感じ取れなくなってきます。もう考える必要がなくなってくる事態がやってくると思うんですけども、はい。そういう時代に今突入してるわけです。要するに自分が考えなくても誰かが考えてくれる。まあ、例えば誰かが考えたことを見てれば、考えた気になってるだけですね。そうですね。ですから、今回の私の授業というか、私のこのお話は、自分でこれを、K さんもそうですが、これを聞いて、自分でそれを体感する、経験する。で、自分のこととして考えてみる。そして初めて、私というものを感じ取る瞬間が来ると思います。で、その感じ取る瞬間こそ AI ができない、経験だったり、自分のこの全体の感覚であったりとか、そういうものを、私という自分が、体感することによって、経験をし、そして、身についていくというのがこのコースになっています。わかりました。ありがとうございまな、す。なんとなくわかるでしょうか。そうですね。やはり、あの、
人にどうこうするという前に自分を理解していけなきゃいけないっていうのはすごく印象的なんですけども、はい。まずはステップとしては、これからまず自己理解を深めていくような感じでしょうか。はい。その自己理解を深めていくときに、またメソッドでね、こんな風にしてうん。ください、こんな方法にしてくださいということではないんです。ですから、その方法というものは、まず、この、今回のそのコースにはないです。ほぼないです。ただ、まあ、呼吸法があったりとかね、こんな見方がありますよということですが、最終的には自分がそれを、知って、自分がそれを体現して、初めて、自分のものになるというコースになっています。だから本当に自分の力を使ったオリジナルなヒーラーになれるという感じですね。そういうことです。そしてその時に初めて、私というものを探求したことになって、私というものを感じます。ですから、今回のこの、マスターヒーラーは、自分がさって私になった時初めてその才能が開花されるっていうふうに思ってください。なかなか簡単なようで難しいと思うんですけども、まあ話は簡単ですが、まあ何回もこう講義を聞いていただいて、その方向に私がガイドするっていうことです。で、ガイドって何かっていうと、えまあ教師とかガイドっていう言い方がありますが、ガイドっていうのは、そのよく旅でここの風景を感じてくださいって言って、まあ、こうお連れして感じるのはあなたですよね。そうですね。感じ方は人それぞれというか、で、こティーチャーとか先生になると、教えるっていう方向で、なんか支配的な感じになっちゃいます。ですから、教えるというよりもガイドだと思ってください。わかりました。でこの場でも私が感じたことを皆さんにシェアして、それをそうですね。ベースにシアさんが導いていただけるということですね。そういうことです。はい。で、皆さんも、このページを見てですね、いろいろ意見を質問を投げてください。そうすると、こっちに対応できると思いますので、計算だけではなくて、いろんな意見をください。ぜひね、視聴者の皆さんも一緒にヒーラーのへの道をね、歩めたらいいと思っておりますので、はい。はい。ぜひ何かご質問等ありましたら、ぜひコメント欄かメッセージいただければと思います。そういうことです。で、じゃあ準備はいるのかっていうことですが、準備はいりません。体一つ、この、講座を聞くという、この覚悟一つで来てください。わかりました。あえて言うなら、やる気とかですね、心はい。構えみたいなものでしょうか。まあ自分の方向性ですね。この山に登るぞっていう、ここ聞いてみるぞ。まあこの講座、この話を聞くぞっていう感じですね。そのベクトルというか方向が大事なんです。その時初めて、私は選択して、私というものの方向性を確認する。そして、その道に入っていくということが、この準備段階です。それではなんか占い師にあなたはヒーラーになりなさいと言われてなるよりは、自分で覚悟を決めてヒーラーになるという心構えの方が最適というイメージでしょうかね。占い師というのは、その職業が占い師っていうことですか？それとも、占い師の人が教えてくれるってことですか？どっちですか？よく、よく占い師のような人があなたははい。何々で向いているというはい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 。あ、ことがあるとそうですね。思うんですけど道も、がこういう方向で、とかいう、そういうことではなく、私はガイドですから、その道を選択するのはあなたです。で、でまあ、大きくこのヒーラーですけども、
この悟るということは、様々な能力が開花します。どんな能力かというと、それこそその自分の中に眠っているその魂の能力だと思ってください。で、そのヒーラーの力っていうのは、ある意味誰しが持っていて、それをこう、活性化させるようなイメージで、それをするためには、やはり自分をまず知って、その能力があることを知るということでしょうかね。そうですね。誰しも持っています。ところが、その、じゃあ、自己ヒーリングはできるけど、じゃあ他人をあの、他人をヒーリングしたいなっていう人は次の段階ですね。そうですね。ですから、一つワンクッションあるのは、じゃあ倒れてる人を、じゃあ救いたいなというふうに心から思うかどうかですね。その心さえあればヒーラーになれるということですね。ただまあ、そこはなかなか難しいと思います。ただ例えば自分のお母さんが自分の子供が泣いててお腹痛いよって言ったらさすってあげますね。そうですね。その時は無償の愛というか、もう私はこの子のためなら、変わってもいいなっていう心で無心にやってますよね。はい。まあ、まさにあれはヒーリング行為ですね。じゃあ、ついもうやってしまうというか、そこになんか助けたいと心があることが大事なのでしょうかね。ですね、最初の頃に、段階で一番問題になるのは、も直し方を得得して、じゃあ自分ではない他の人にやりたいって言ったときに、まあ、小さ、ち、その、癒したい病気とかが、すごく、あの、小さいもの、まあ、傷だとかですね、脱臼したとか、そういうものはいいんですが、じゃあ、その人が、じゃあ、すごい病で、えーたあなただったらどうしますか？助けてあげたい気持ちはあるんですけども、こうちょっと問題が大きすぎて、どうしようもできないっていうのが、こう、あたふたしてしまうようなそうですね。というこ感覚でしたとは、ね。自分が自分のことを知って完璧にならない限りは、あんまり手を出せませんよね。そうですね。手の出し方すらわからないですよね。ですから、お母さんは子供に対して無償の愛でっていうことは、そこを超えてるわけですが、じゃあ私が、他者に対して無償の愛でってなかなか難しいわけです。はい。で、そこを私というものは完璧に、自分を、ヒーラーのその道に行って、それは体得した時に初めて、できる。もちろんその途中でも、自分のこの大事な人がね、病気だったらやってあげたいと思います。ところがまあ、いろんな人をこう、治癒したり、癒したり、するには、やっぱり段階があるってことです。わかりました。だからはい。このシリーズを通じてその段階をこれから一歩ずつ歩んでいきたいと思うんですけども、はい。だい、だいたい期間はどのくらいを見てればよろしいでしょうか？一つのその段階、は、ゲートと言いますが、まあ次元って言ってもいいかもしれません。その一つの段階が来るのは、だいたい、20回ぐらいお話しして、一つのゲートに到達します。で、そのゲートの時に、イニシエーションという、儀式を受けるんですが、そのイニシエーションって昔から言われている、まあ、何か経験して、通過儀礼という、話なんですが、なんかその滝に打たれるとかね、なんか深いところに潜って何か見つけてこいとか、そういう経験ではなく、
一つの光を受けてもらいます。で、これは、まあ、宇宙からの光なんですが、その光を通過することで、自分はその力を備わってきます。で、だから20回ぐらい学んだことが備わるということがそのゲートです。ですから、まあ、20回をですね、1ヶ月、4回ぐらい聞いたとして、6ヶ月ぐらい。もちろん早くなりたいっていう人は早めることができるかもしれませんが、イメージとしては半年後、3ヶ月から半年後っていうのが一つの、ゲート通過だと思ってください。わかりました。ではこの私が6ヶ月どのように変化しているっていうところもぜひそういうことです。注目していただきたいところですね。楽しみにしていいと思います。で、わかりました。はいはい。何かご質問ありますか？そうですね。やはりちょっとこう今、イメージでしか理解できていないので、実際に体験しないとこれわからないという部分が大半だと思うので、こうはい。自分の体験をこれから皆さんとシェアをして、あの、どんなヒーラーになっていけばいいのかっていうところがすごく楽しみなところでありますので、それを体そうです。験できてあなたがいければ、今日からまっさらに聞いていくことでどういうふうに変化するっていうのも楽しみでしょそうですね。なので、あえてあまりイメージを持たずに、こう、そのままでやっていきたいと思っています。う。はい。それでは次回からですね、まあ、呼吸は一つの呼吸を覚えてもらって、あと瞑想するのかっていうと瞑想はしません。瞑想せずその呼吸を毎回、2回ぐらいやってもらってからスタートするような形になりますので、次回はですね、その呼吸法を教えたいと思います。で、そこから旅を始めたいと思います。いかがでしょうか。わかりました。楽しみにしております。はい。では、第1回、まあ、第1回というか、まだ1回目の前のオリエンテーションですが、自己紹介と、じゃあヒーラーとはどんな感じなのか、このヒーラーのコースっていうのはどういうことをするのかっていうことを今日はお話ししました。次回は1回目の呼吸法からやりたいと思います。ではまたお会いしましょはい。ではまた次の機会でよろしくお願いいたします。う。では失礼します。失礼いたします。